イラスト美術館へようこそ。私はガイドの椿と申します。当館はイラストレーター様の作品をオンラインで展示している美術館です。さて、本日は黒様の作品、聖書殿の主をご紹介します。本作は東洋ファンタジーが舞台の作者様の創作をもとに描かれております。テーマは和風と中華風のテイストを交えた建物、そして輝く宝石、ファンタジーな世界観ということで、当然魔法が存在します。イラストの場所はもともと山奥の閑静な森でしたが、いつからか星が生み出す魔法の光を浴びたことで、植物から宝石が生えるようになりました。その結果、生態が変化した山の中に、一人の仙人がこの場所と、そこにそびえ立つ城、聖書殿を管理するようになりました。聖書殿の周りは、青く輝く木と大きな水晶、それらを飾る満天の星空は幻想的で、訪れた人を虜にします。ある時、私利私欲のために、宝石を採取しに来た盗人たちがいました。しかし、その者がこの地に足を踏み入れた瞬間、背中に小さな痛みが走るとともに、意識を失ってしまいました。その盗人の背後には、長い黒髪の青年がおり、盗人を見下ろしていました。盗人が次に目が覚めた時には山のふもとの野原で、手には一かけらほどの宝石が握られていました。後にこの宝石は当時の皇帝の手に渡り、家宝として保管されることとなります。盗人の意識を奪い、宝石を与えたこの人物こそ、聖書殿を管理している仙人です。仙人の名前は、神鸞。宝石を生み出す力を有し、星に魔法の力を与えた人物そのものなのでした。本作品のポイントは3点。カラーバランス、画面の構図、エフェクト、上から順に解説をしていきます。まずは、カラーバランスについて。寂しい印象を与えやすい青色のベースに対し、宝石の色や建物から漏れる光の色を、黄色やオレンジにして目立たせることで、色の幅が広がり、見ていて楽しい、イラストとなるよう、全体のカラーバランスについて、意識されております。次に、画面の構図についてです。本作は一点透視という構図になっています。一点透視とは遠近法の一つで、ポイントを一点定めて、すべてのものがそこへ収束するように、描く技法のことです。イラストで言うと親鸞が手に持っている水晶、ここをポイントに奥行きや、遠近感が出されております。また、動きを感じるよう目線の高さを傾けたり、親鸞の白い羽衣をうねらせ、画面に流れをつける工夫をされています。3つ目は、エフェクトについて。全体的に星や宝石の輝きが伝わる。キラキラとしたイラストに仕上がるよう、エフェクトや光の粒を描かれております。また、幻想的な風景の中で、親鸞がこちらに目を向けて、振り返って立っているポーズをとることで、見る人をこちらに引き込むような、印象を与えられております。では、ガイド椿から変わりまして、私、ゆりより作者様の思いをお伝えします。作品を描くに至った経緯は、とあるファンタジー系のオープンワールドのゲームで、クリスタルが生えている幻想的な草原があり、そこから着想を得て、自身の世界観に落とし込みました。作品を見た方にどのように伝わってほしいか、こんな場所が実際にあったらいいなと、感じていただけたら嬉しいなと思います。最後に、僭越ながら、私たちが感じた本作及び、黒様の作品の魅力をお話しします。着物や建物、風景など、様々な魅力がある中で、今回私が一番推したいのは虹です。日常に存在する自然現象でありつつも、どこか幻想的、ファンタジーを感じる。この虹の存在により、東洋とファンタジーの調和を図り、作品の良さが引き出されていると思います。また、本作の虹色は彩度が高く、魔法やファンタジーのエフェクトだとわかる、描く方をされているのですが、他作品には水辺で、うっすらぼんやりとした、霧虹を描く自然現象だとわかる作品もあります。そして何より、虹は光の三原色であり、作者様の名前である黒が入っていないことが、
とってもミステリアスで想像が膨らみませんか？さて、私たちのお話は以上となりますが、ご来場者の皆様はどう感じましたでしょうか？よければ皆様の思いもぜひ聞かせてください。それでは以上で、聖書殿の主のご紹介を終了したいと思います。黒様、並びにご来館いただきました皆様方、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。またのご来館をお待ちしております。